実はこんな感じに最初から細かく形を捉えてメトレスしていったりする書き方は高確率で失敗します。この部分を三角形になるように補助線を入れてみましょう。資料にしている絵にも同じように補助線を入れてみます。するとどうでしょう。資料と自分の描いた絵の三角形の形、同じ形になったでしょうか。どんなポーズでも楽に描けるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、同人お絵描き VTuber の鈴鹿よもぎです。今回はコメント欄に届いた質問にお答えしたいと思います。質問です。今ミニキャラで2人で1個のハートを作るこんな感じのポーズを描こうとしていて、画像等を見たりしているのですが全く描けなくて、どうすればうまくいきますか、教えてください、とのことです。ご質問ありがとうございます。僕の動画を含めいろんなイラストレーターさんが口を揃えて資料を見て描こうと言っていますが、資料を見て描こうとしてるけど全然描けないんだよなんて悩んでいる人も少なからずいるんじゃないかと思います。しかしそんな人はもしかしたら上手に資料が見れていないのかもしれません。届いたコメントの質問を解決するためにこのポーズをピンポイントで解説してもいいんですが、せっかくならいろんなポーズを描けるようになってほしいので、今回の動画では資料を見てもなかなかうまく描けないとお困りの方向けに資料の上手な見方をお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくと資料の見方のコツがわかるとともに、どんなポーズでも楽に描けるようになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ポイントはこちら。1、簡単な図形にする。2、目印をつける。3、断面図を意識する。順番に解説していきます。資料を探してさあ早速書いていこうと意気込んでこんな感じに書いていないでしょうか。実はこんな感じに最初から細かく形を捉えてメトレスしていったりする書き方は高確率で失敗します。絶対にやってはいけないというわけではないですが、絵を描くことに慣れている上級者でないとこのやり方は難しいでしょう。そんな時はまず簡単な図形に置き換えて描いてみましょう。この絵の場合簡単な図形に置き換えるとこんな感じです。頭は丸、体は三角に置き換えてみました。腕や足はまだ描かなくて大丈夫です。細かい部分は後回しにしておきましょう。強いて言うなら顔の向きくらいは十字線をつけて分かるようにしておいてもいいかもしれません。まずはここまで描いてみましょう。描けたら次のステップに進んでいきます。次に腕や足を描いていこうと思いますが、この時なんとなく描いていくのではなく、まずは腕や足の生え際や関節部分、手の配置位置に目印をつけておきましょう。位置が決まったら最初のポイントでお話ししたように同じく簡単な図形で腕や足、手なんかを描いておきましょう。この時ポイントになるのは目印をつけた部分がお互いに正しい位置関係になっているかどうか確認しましょう。言葉で説明するだけでは分かりづらいので例を見てみましょう。例えば今描いた腕や手の目印ですが、この部分を三角形になるように補助線を入れてみましょう。資料にしている絵にも同じように補助線を入れてみます。するとどうでしょう。資料と自分の描いた絵の三角形の形、同じ形になったでしょうか。もしなっていない場合は正しい位置関係になっていないので修正する必要があります。もちろんコピーを作りたいわけではなく、あくまで資料として使っているだけなので大まかに合っていれば問題ないですが、資料を見てもうまくいかないようならここがずれていないか意識して書いてみましょう。また一つの三角形で位置関係を確認するのではなく、複数の三角形を見て把握していきましょう。こんな感じに片腕だけでなく両腕との位置関係、頭との位置関係、足との位置関係と複数意識してあげるとより正確に資料を見ることができます。ぜひ試してみてください。さて資料を見ながらざっくりとした形とパーツの位置が決まりました。ここまで来たらあとは形を整えていくだけです。ただし今のようなざっくりとしたシルエットのみ分かっている状態のまま線画なんかを描いていくと初心者の場合高確率で失敗します。この時意識してほしいことは断面図です。ここまで描いてきた簡単な図形を今度は立体的な形に変換していきましょう。例えばこんな感じに円を描いてあげて切り口のようなものを補助的に描いていきます。こうすることでよりパーツとパーツのつながりの関係性やパーツの角度なんかが視覚的に分かるようになり立体的に見えるようになったと思います。この作業は最初にお伝えしたざっくりとした形を描いていく作業と同時進行できる人はしてみてください。実際それができる人はすでに上手に資料を見る力が備わっているので資料を見ても描けないと困ることは少ないんじゃないかと思います。
それはさておき、この意識を持って書くことができると何がいいのかというと、先ほど言ったように線画段階で失敗しづらいというのもありますが、例えばポーズの素体仕様を見て書いたけど服を着せることがうまくできないんだよななんて人いませんか？試しに服も書いてみましょう。断面図の補助線を書いたので、それに沿って服の袖口や裾などを書いていきます。この補助線さえあれば服を描く時もそんなに難しくありません。どうでしょうか？違和感なく服を描くことができました。他にもちょっとこの腕の角度だけ変えたいなど、一部資料と違うポーズにしたい時などにも断面図の意識ができていると比較的容易に変更することができます。もちろん描いたポーズの一部分や描きたい服などの資料があればそれを見ながら描けるとなお良いです。このように断面図を意識して当たりやラフに補助線を描いておくことで比較的に立体感の意識ができるようになるので、資料外の情報を書き込むときに役に立ちます。ぜひ取り入れてみてください。いかがだったでしょうか？今回はコメントに届いた質問にお答えして上手な資料の見方をお話ししていきました。今回お話しした内容は全部実践しながらやるのはちょっとめんどくさいななんて思った人もいるかもしれませんが、慣れてくると全て頭の中でできるようになってきます。慣れないうちは一つずつ確認しながら書いていくことで後々スムーズにイラスト作業ができるようになってくるので、ぜひ試してみてください。新たな疑問、質問、感想などあればお気軽にコメント欄にお書きください。今後の動画の参考にさせていただきます。また色塗りについてももっと知りたいと思った方もいると思います。そんな方はこちらの動画、初心者向け影付け講座、誰でもできる目の描き方塗り方講座もおすすめです。合わせてご覧ください。さらに今回資料として使ったこちらのポーズも含めたトレスフリーのチビキャラのポーズ素材を僕のピクシブファンボックスに無料で公開しています。ぜひチェックしてみてください。今回の動画は以上です。高評価、チャンネル登録、コメントなどよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。